ニコン Z52、1本だけならどっち？ DX1650mm F2.8 vs DX18-140mm。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。2月にニコンの APS-C ミラーレス機 Z52 のキットレンズニッコール ZDX1650mm F3.5/6.3VR とニッコール ZDX18-140mm F3.5/6.3VR を比較したところ、高倍率ズームの DX18-140mm の方が写りがいいという結果でした。そこで今回は大きさも重さもほぼ同じF2.8 投資のニッコール ZDX1650mm F2.8VR と DX18-140mm を比較してみます。ニコン Z52 に1本だけつけっぱなしにするならどっちがいいか対決します。それでは Let's get started! ながチャンネル。1、暗所での撮影。かなり暗い農家の土間からいろりにかけてある鉄瓶を撮影しました。F2.8 投資ズームの絞り開放 F2.8 です。シャッタースピード50分の1秒 F2.8 ISO3200 です。絞り開放ながら十分な解像感で背景も柔らかくボケています。このカット1枚で OK という感じです。高倍率ズームは 51mm の絞り開放は F4.8 です。シャッタースピード30分の1秒 F4.8 ISO6400 です。絞り開放のためかやや緩い感じです。少し絞って F5.6 シャッタースピード40分の1秒で ISO12800 です。少しキリッとしましたが ISO 感度が高いのでノイズが多く使えません。F2.8 で撮った写真と比較するとF2.8 投資ズームの圧勝です。暗い場所での撮影では F2.8 ズームにかないません。ながチャンネル。2、玉ボケ。木漏れ日をアウトフォーカスにして玉ボケを作りました。F2.8 投資の絞り開放 F2.8 です。玉ボケは丸くなっていますがあまり綺麗ではありません。ズームレンズ特有の玉ねぎボケです。少し絞って F3.5 です。早くも角張ってきています。高倍率ズームの焦点距離 51mm の絞り開放 F4.8 です。ボケの形が少し歪んでいます。中身はぐるぐるの渦巻きです。少し絞って F6.3 です。角張ってはいませんが綺麗ではありません。ズームレンズに玉ボケを期待してはいけないということでしょうか。
3、改造感。光の当たっている農家のかやぶき屋根を撮影しました。焦点距離は35ミリ、換算53ミリです。高倍率ズームの焦点距離35ミリの絞り開放 F4.2 です。ピント面はくっきりと改造しています。軒の部分は緩くボケています。F8 まで絞りました。軒の部分までよく改造しています。背景の枝までは被写界深度が届いていないようです。F2.8 透視ズームの絞り開放 F2.8 です。フォーカスポイントの部分はよく改造しています。軒にかけて緩くボケていきます。屋根の先に向けても緩くボケています。ボケ具合はいいようです。F8 まで絞りました。軒から屋根の先まで全体がくっきりと改造しています。2本のレンズを比べても同等の改造感です。F2.8 透視の DX1650mm の方がダントツに優れているのは ISO 感度が跳ね上がる暗い場所での撮影です。暗い場所でも背景をぼかした写真を撮りたい場合は F2.8 透視ズーム一択でしょう。画質では引けを取らない高倍率の DX18140mm を1本だけつけっぱなしにするなら、高感度で撮って後からノイズリダクションをかけてロー現像するか、思い切って内蔵ストロボを使ってみるのもいいでしょう。携帯では撮れないようなボケのある素敵な写真を目指すなら、絞りを自在に操れる DX1650mmF2.8、遠くのものをアップで撮りたいなど、様々な場面をこれ1本でカバーするなら、旅行用のレンズとして万能な DX18-140mmF3.5-6.3 でしょう。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。